こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日は3月末に引っ越したので、新居でサンプルやら自分の文房具やらとんでもない量の文房具収納に悪戦苦闘する様子を前編と後編に分けてお届けします。まずはビフォーから引っ越してきて大体の場所に物を集めた。この辺に仕事場作ろうかなと思って文房具を集めただけの状態です。ダイニングの横なんですけど、日当たりがよくね、撮影しやすそうかなと思ってここに作業場を作ろうと思いました。実店舗からね、引き上げたサンプルやもともと個人で持っていた文房具、あと仕事で使っているものたちをね、すべてギュッとしてる状態です。もはやね、お見せするのも恥ずかしいんですが、どうにもね、取り繕える状態ではないのでこのままお届けします。ちなみにこちら今朝撮影したもので、動画のアップと同時進行で片付けてるので、これらがねうまく片付くかの保証はありません。どうなるのかね、自分でもドキドキ。また今回は近いうちに再度引っ越しが控えているので、買い足すことはなく手元にあるもので何とかするというのも一つのテーマとなっています。動画越しにね見ると、統一感もなくバラバラとね、家具とか収納グッズしてますが、作業場の景色はモチベーションにつながるので、なんとかねあるものたちだけで見栄えまでこだわれるといいなぁと今は思っています。では早速やっていきます。今回はとにかく素早く形にしたいので、作業に入る前に状況を整理することから始めます。2年半ね、実店舗のディスプレイをああでもないこうでもないって、やってきた経験から、まずはどんな状態が理想なのか、どうやってこの場を使おうと思っていたのかなどを整理してからの方が、しっくりくる収納とかレイアウトを作るのが早いということが分かったので、今回もまずは整理。実際にね、家具を動かしながら、ああでもないな、こうでもないなってやるのも結構好きなんですけど、体力とね、気力が必要なので、今回はレイアウトもここで先に考えます。ちなみに使っているノートパッドは、私の一押しアイテム、スタロジーのノートパッドです。ツルツルしてるんですけど、変に滑る感じとかは全然しなくて、頭の中の考えをバーっとね、書き出せるのが、摩擦とか抵抗感なくね、書き出せるのがお気に入りです。当店でもね、取り扱いがあります。で、ボールペンはゼブラのブレンを使っています。こちらはね、当店も取り扱いないんですけど、かなり人気の商品なので、身近な文房具屋さんとかね、文房具コーナーみたいなところにもあるんじゃないかなと思います。レイアウトやら用途やらを考えてみたけど、ちょっとね、いいアイディアが思いつかなかったので、考え方を変えまして、実際に利用するシーン、例えば撮影とか日記を書くときなどをイメージしながら、今まで不便だったことやこうだったら便利そうなどね、細切れのアイデアを書き出してみました。はい。というわけで、一旦手持ちの収納グッズで叶いそうな理想の収納みたいなのがね、イメージできました。この設計図をもとに片付けをしていこうと思います。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店 Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。片付け方法は、私が YouTube でよく見ている週末ビフォーアフターというね、チャンネルでたびたび出てくる全出しという作業をやってみました。見るとね、やるはやっぱり全然違いますね。もうほんとすごい大変でした。とりあえず片っ端から文房具を机の上に出していきます。綺麗に並べるとかね、そういうのは無理だったので、筆記具はこの辺、スタンプはこの辺みたいな感じでざっくりまとめておきます。今回の引っ越しは実店舗の撤退と住居の引っ越しのダブルパンチでした。なのでね、すごい勢いで詰め込んじゃったので、文房具たちがね、あちこちの箱に点在していて、この後本当無事に片付くのか不安になります。今でもね、編集しながらかなり不安を抱えています。収納道具系は一旦机の下に保管して、文房具だけを机の上に全出しをしてみました。ここ1ヶ月荷物を右から左、左から右、上から下、下から上とね、動かし続けているので、台車とかね、袋とか発明した人は天才だなとぼんやり考えながらちまちま手で移動させています。そしてこの撮影は今日の午前中にやっていて、午後は夫の実家がね、営むお花屋さんに行きました。このお花屋さんの一部をね、間借りして委託販売のような形で当店の商品を引き続き実際に手に取れる場所を作りたいなと思っています。
はい、そうです。お花屋さんの方でも物を右から左、左から右へと動かしてきました。ここではね、お母さんとかお店の方が一緒に重機などを移動してくださったので、早いです。あっという間にね、いい感じになりました。こちらもしっかりとね、進捗出てきたら動画で報告します。そんなこんなで雑談をしていたら、全出しも佳境に入ってきました。今まで8から20倍の倍速でお届けしていたんですが、実際の動きはこの速度です。やってる側としてはね、すごくチャキチャキ動いてたつもりなんですけど、倍速の後にね、この等速を見ると、なんかすごくゆっくりとしたね、動きに見えますね。はい。というわけで、全出しが完了。ものすごい物量。よくね、こんなに収まっていたなという感じです。収納ボックスは意外と少なめ。無印の収納ケースなどもあるので、少なめでもなんとかなりそうですね。ここから全出ししたものをしまう、譲る、捨てるに分別しようかなと思っていたんですけど、ちょっとね、作業する場所がなくなってしまったので、先に案件のサンプル、毎日使う日記類、撮影待ちの新商品だけ無印良品のね、この等のカゴに入れていきます。個人的にね、よく使うものとかやらなきゃいけないものっていうのは引き出す動作がもうめんどくさいので、上からすぐ手を突っ込んで取れる収納、そして早くやらなきゃという意識を持つために一番目につくところに置きます。今回は左のラックの上に毎日使う日記類をまとめて入れて、奥に案件のサンプルを入れてみました。日記はですね、右手前に写ってる白いテーブルで書くことが多いので、そこから手を伸ばせる位置にしてみました。新商品などの撮影待ちアイテムっていうのは動画にちょっと映しきれなかったんですが、出窓の方に同じく等のカゴに入れて置いておきます。今やっているのはインクをね集めて取っ手付きのねボックスに一生懸命詰め込んでおります。万年筆の練習がてら私は日記を始めたんですけど、気がつけばねそれに使うインクみたいなのが増えていきました。取っ手付きなので必要な時にまとめてね取り出せて便利です。確かねこれも無印だったはず。こんな感じで入れ終わりました。この後もね万年筆グッズとかインク周りのものがあればこの箱に入れていきます。日記類など毎日使うアイテムの収納が完了しました。余白もあっていい感じです。他にもある程度まとまっているものはこのタイミングでパパッとかき集めてもう収納していこうかなと思います。まずはスタンプ類、インクパッドや買ったけどまだ未開封のスタンプなどをまとめてケースに入れます。左手の棚に入れたら次はイベント出店時に使う重機や文房具たちをまとめていきます。イベントで使うポップを挟むクリップとか値札を立てかけるやつとか両面テープとかそういうのをクレイドのメッシュポーチに入れて愛用しています。こちらは中に仕分けポケットがあるのでしまいやすく取り出しやすい。あとメッシュでね外から何が入っているかわかりやすくてお気に入りです。他にも組み立て式のラックなどをまとめて収納ボックスに入れて棚にしまっていきます。そしてお次はマスキングテープ。元からこの IKEA で買った瓶に放り込むっていうね、収納なのかなをしていたので、最近買ったりいただいたけど、この瓶に入れられていなかったマスキングテープをまとめて入れていきます。はい、やっと仕分けです。オリジナル商品のサンプルや販売商品の書き込みサンプルなどを画面の左下にまとめていきます。画面中央下に、私個人の文房具、そしてその奥に仕事で使っている文房具などをまとめていきます。あとは文房具じゃないものとか仕事道具じゃないものは適宜ね、しかるべき場所にお家の中に収納していきます。使い終わったね、ノートとかどうしようかなと悩みつつ、いつかね動画にするかもしれないしなと思って捨てられずにいます。早くね取って処分しないと場所取るなと。はい。右奥に見える段ボールにはお譲りするものを入れていきます。明日から今治の倉庫の方に打ち合わせしに行くので、その時に持っていこうかなと思っています。過去のね今治倉庫の立ち上げに関する動画でもねちょっと紹介したんですけども、当店では出荷を今治スクールをね運営する方にまるっとねお願いをしています。現在ねフリースクールの運営に携わっている元同僚から、不登校児の保護者さんが空き時間で少しでもね稼げたらいいかもってねアイディアを昔ねもらってそれいいなと思って縁をつないでいただきました。
出荷を手伝ってくださっている方には文房具好きな方も多いようで、すごくね丁寧に梱包出荷をしてくださっていて、もう本当にね頭が上がりません。そんなね文房具好きのスタッフさん方とか、あとフリースクールに通う子供さんたちに使ってもらえそうな文房具をお譲りしたいなと思って仕分けしてます。大量にある写真とかね。ということで今日はここまで。次回ね無事に片付けが完了していれば月曜日に続きがアップされます。ぜひねこんな収納便利だよなどのアイディアがある方、コメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。以前から文房具収納についてのリクエストをいただいてたので、やっと動画にできました。お待たせしました。そして次回もお楽しみに。またね。